ここは東京大学理学部附属小石川植物園です。江戸時代、幕府直轄の薬草を栽培する小石川お薬園でした。このお薬園の一角に享保7年、今から275年前に8代将軍吉宗は小石川養生所を建てました。町医者の小川商船という人が目安箱に入れた意見を取り上げたのが事の始まりでした。看病人のいない貧窮者を救おうというのが目的でしたが、すぐ次の年にはただの貧窮者なら誰でも受け入れてくれるようになったのです。小石川養生所は言うなればお上の施設ですから、当然町奉行が管理していますが、創設者の小川氏が代々肝入りとして務めております。町奉行所では与力2人、同心6人を代わる代わる配置して管理しながら100年以上ずっと続いてきました。そして世は天保と移り変わっておりました。これが表の建物です。そして玄関、中に入りますと、ここがたまり場、今でいう待合室です。通い療児の人たちが診療を待っているんです。診察も投薬も無料です。そして隣の部屋が診察をする表部屋です。その隣が薬を調合する部屋。ここから先の廊下でつながっている3つの部屋が番医と呼ばれる養生所の医者の詰め所。その先の廊下の角にあるのが職員のための食堂。そしてその奥が入所患者のまかないをする炊事場です。番医の定員は5人で、医長が新出居城、その下に吉岡伊鉄、井田五庵、井田玄丹、橋本元禄たちがいて、本堂、今日でいう内科です。他に外科、眼科を分担していました。医者はだいたい通いで、いつもこの養生所に詰めているのは見習い医の安本昇、森半太夫の2人と医長の新出居城の3人だけです。新出居城、ちょっと舌を噛みそうな名前ですが、人は誰もそうは呼びません。みんな赤ひげと呼んでいます。どうしてかというと、伸ばしたあごひげが少し赤みを帯びているからです。赤ひげ、一体この赤ひげというのはどういう人なんでしょうか。赤ひげの周りの人はこんなふうに言っています。養生所好きの同心の山本三左衛門は、赤ひげはな、独裁者だ。見習い医者の安本昇は、私は新米だから赤ひげのことはまだ分かりません。大体ここで働く気なんかなかったんだよ。長崎から戻ってきたらいきなりここ入れられてしまって。同じ医師の森半太夫は、めったにない素晴らしい人、医師としても人間としても尊敬できます。下働きの作蔵は、わしら貧乏人の味方でさ。炊事場の下働きのおゆきは、ちょっと身は怖いけどとっても優しい人。先生、女が刺されて担ぎ込まれました。裏の3番です。若い女です。松本、
をそらすな。足を押さえろ、安本。安本、奉納の仕方をよく見ておけ。昼飯食わないんですか？さっきのこと気にしてるんでしょ。長崎で修行してきたなんて偉そうに言って恥ずかしくて。みんな笑ってるでしょ。初めはみんなあんなもんでしょ。私だって気を失いましたよ。どうぞ。赤ひげは何と言ってますか？別に六助という年寄りがいるんですが、診察してみろと言ってますよ。だからその前に昼飯食ってしまった方がいいと思うんだけどな。どうだ？もう意識がありません。あと半時くらいだと思います。これが六助の入所以来の病歴だ。これを読んだ上で診断しなさい。胃がんです。違う。これはお前が長崎から持って帰った筆記の中にもあった病例の一つだ。よく読んでみなさい。眼種には違いないが、これは待機リール、つまり膵臓から初発した眼種だ。痛みを感じる頃にはもうがんが全身に回っている。もう手の打ちようがない。すると治療法はないのですね。ない。医術といっても情けないものだ。医者は症状と経過は分かる。その中で生命力の強い個体には多少の手助けができる。それぐらいのことだ、我々ができるのは。これからは無知と貧困をなくす戦いだ。それさえ何とかなれば病気の大半はかからずに済む。この六助は蒔絵師だった。その道ではかなりの職人だったらしい。吉鎮宿から運ばれたって聞きましたけど、身寄りはないんですか？何を聞いても答えんのだ。苦しいとも言わん。男はこういうふうに死にたいものだ。人間の一生で臨終ほど荘厳なものはない。よく見ておきなさい。蒔絵師だった六助は間もなく息を引き取りました。死は荘厳などではない、醜悪なものだと安本は考えていました。やれやれ、次は誰の番かしらね。ちょっと
縁起でもないこと言わないでよ。さあさあ、早く早く早くして。さあさあ、早くしなさい、早く。どこ行くんですか？六助さんという人に会いたいんですがね。六助さんなら亡くなったのよ。たった今お寺へ行ったの。あんた六助さんは何？私はね、あの人が泊まっていたキチン宿の主なんで。子供さんたちは？孫です、六助さんの。あ、身寄りは誰もいないって聞いてたのに。はいよ。はい。かわいそうに何にも食べてなかったんだろうね。ああ、ゆっくり食べないと胸使えちゃうよ。はい、今だよ。たくさん食べてね。はい、おかわりは？いや、私もね、六助さんは女房子供も持ったことがねって言うからね、すっかりそう思い込んでおりましたんで、まあこっちへお願いしに来たわけなんですが、娘がいたんですね。いやー、驚きました。その娘は？今牢に入ってるそうで。牢に？詳しいことは知りませんが、娘はお国って言うんだそうです。日本橋の五郎兵衛棚に住んでいたとか言いましたがね、そこの差配がうち子供たちを連れてきましてね、その差配に聞いた話なんですよ。で、母親の罪は一体何なんだ？富三郎という亭主がいて、こいつがまた悪いやつでね、仕事はしない、飲む打つ買うの三拍子、おまけにお国を殴る蹴る。お国はたまりかねて富三郎を訴任したそうで。亭主を乱暴者だと訴任したのか。奉行所が受けるはずがなかろう。第一、それで牢へ入ったっていうのは変じゃないか。いやいや、お国は亭主は泥棒だって訴任したんだよ。自分の亭主を？それはどういうことなんだ？先月芝の南州院へ3人組の盗賊が押し入りまして、寺の大事なものを盗みました。その中に1000年以上にもなるという金の仏像がありまして。聞いたな。お上はですね、その盗賊を訴任した者には銀25枚与えるってお触れを出したんです。なんせね、仏像といや金ですからね、潰されちゃ構いませんや。お国はうちの亭主がその盗人だって。それでどうしてお国は牢に入れられた？でたらめだったのか？いえ、自分の亭主を金目当てに訴任するとは何事だ、人倫にもそるってんでガチャーンって牢へね。今月は北のおかかり島田越後守だな。はい、子供たちは六助の孫だから六助に引き取ってもらえってお奉行が。島田越後か。奉行には話は通してある。お前をここから出してやりたいと思っている。子供は3人とも元気だ。どんな事情があったのか話してみなさい。あの子たちは無事なんですね。おじいさんに引き取ってもらえたでしょうか？お前のお父っつぁんの六助は死んだ。私が見とった。子供はこっちが責任持って引き受ける。安心しろ。お父っつぁんは苦しみましたか？いや、安楽な死に方だった。そうですか。お父っつぁんと2人で暮らすようになったのは唐の時。それまでは玉川剤へ里子に出されていたんです。後で分かったんだけど、おっかさんお父っつぁんの弟子と駆け落ちしちゃったもんだから、お父っつぁん一人で育てられなかったんです。お父っつぁんと2人で暮らすようになって2年経ちました。そしたらおっかさんがやってきたんです。私がお前のおっかさんだ、一緒に来ておくれって。私ちょうど母親が欲しい年頃でした。一緒について行きました。おっかさんは
富三郎を親類のものだと言っていました。1年経ちました。おっかさんは芝の神谷棚で小さな荒物屋をやっていましたが、店番は富三郎にやらせて、自分は茶屋奉公に出ていました。けれど私が行ってからは店番は私にやらせて、朝から一日中ブラブラしていました。私16になった時、おっかさん私に富三郎と夫婦になってくれって。自分のテイスト？なんという女だ。もうその話はいい。で、その母親はどうした？死にました。私は葬式にも行きませんでした。間もなくしてお父っつぁんがやってきて、その時初めてあの男がお父っつぁんのお弟子で、おっかさんと逃げた男だって知ったんです。帰ってこい、帰ってこい。お父っつぁんと一緒に暮らそう。あんな男のそばにいてはろくなことはならねえ。な、僕に。私断りました。そしたらお父っつぁん、俺はもう仕事もする気もねえ。何もかもつまらねえ。つまらねえ一生だった。お父っつぁんそう言って帰って行きました。どうして断ったんだ？だってお父っつぁんの世話になったらあんまり申し訳ないでしょ。神も仏も許してはくれません。お父っつぁんにあんな辛い思いをさせたんですもの。あの男はそれからずっと働きませんでした。私や子供が食うに困っても平気で遊び回って、挙句に親父のところへ行って金をもらってこい、てめえは一人娘じゃないかって、お父っつぁんをひどい目に遭わせた張本人がそれだけは言っちゃいけなかったんです。子供たちがいなかったらあいつを殺したいと思いました。今日やろう、今夜やろうと思ってるうちにあいつの泥棒のことを知ったんです。あの男を訴人したのはお金が欲しかっただけじゃありません。せめてお父っつぁんに詫びがしたかったんです。お父っつぁん、私のせいで生きる張りをなくしてしまったんです。お父っつぁんが苦しまずに亡くなったと聞いて少し安心しました。だってそうでなきゃお父っつぁんの一生があんまりひどすぎます。私がそうしたんです。私が。六助は金を残していった。死んだ時は後を頼むと俺に5両と2分預けていったんだ。これだけあれば子供たちのことは何とかなる。だから安心しろ。お父さん。特に変わったことはございませんな。なるべく外へ出られた方がよろしかろうと。おお、いやいや、ご苦労ご苦労。どうだった？奥方の気鬱はあれはお奉行に原因がありますぞ。お奉行が下屋敷に妾を隠していることが世間に声がでかい。十分お気をつけくださいますように。分かっておる。
先日お達しの養生所経費3分の1削減の件承知いたしました。町奉行所も切迫しておる。了解してくれ。ただし通い治療も中止せよとの件は承服いたしかねます。ああ、好きなようにせえ。はい。もう一つ、六助の娘お国、先ほどお話ししましたようにすぐ牢から出していただけますな。下屋敷のお女中は大層な美形と承って。分かった分かった。はい、よろしゅうございますな。では奥方の治療代の約料頂戴いたします。いつもの5倍。赤ひげ先生じゃありませんか。びっくりしましたぜ。子供たちが逃げ出したかと思いました。空き棚が一軒あったな。あのうちで。この女と子供たちを頼む。六助が金を残していったんだ。確かに。受け人はこの赤ひげだ。おいお前たち、おい泣くな。ありがとうございます。腹減ってるのか。六助が残していった金はもうないはずでしょう。大方六助の吉宿に払ってしまって。お奉行様から頂戴したんだ。ちょいと脅してな。じゃあお国が放免されたのも。ちょろいもんだ。先生、お前の言おうとしてることは分かってる。俺は卑劣な男だ。いただけるところからはちゃんといただく。ありがとうございます。さあおいでな。お前たち今日からここに住むんだぞ。元気でね。赤ひげ先生の骨折りだな。こっちか腹減ってたろうな。お前さんなんだ。佐八さんが血吐いて。先生、赤ひげ先生、助けてくださいよ。お腹どうしてきたんだ。お腹来なくてもいい。さっきからずっと上ごと言ってるんですよ。お腹ってのは別れたかみさんでもうずいぶん前なんですがね。先生、なんとかなりませんかね。私はこの男だけは死んでほしくありません。どんなことをしてももう一度元の体にしてやりたいんです。評判のいい男なんだな。この男は神か仏の生まれ変わりです。自分で稼いだものはみんな困ってる長屋の者にやってしまって、自分は酒もタバコもやらず食い物だって詰めて。私はね、いつも言ってたんです。ほどほどにしろ。自分が病んで倒れるまで人にしてやるバカがあるか。何のために、一体何のために。先生、何のためにってことはないでしょう。こいつはそういうやつなんでさ。そんな立派な人間がいるわけはない。いるわけがないって。いるんです。綺麗だよお腹。買いに来た。お腹すぐ俺も行く。
たどう思う？難しいな。難しいことなんかありませんよ。神様みたいな人間っているんです。心に何のわだかまりもない、人に恨みを持ったことのない人っているんです。すぐそばにいるじゃありませんか、赤ひげ先生。赤ひげか。安本先生はそう思われないかもしれませんけど、赤ひげ先生は自分のことなど一度も考えられたことはありませんよ。ね、森先生。うん、そうかな。俺は恨みや怒りや後悔をしない人間などいないと思う。そういえば今日も天野の正夫さんが訪ねてきて一時も待っていたようだが、どうして会ってやらないんだ。会う必要ないだろう。ごちそうさま。休む。安本様、天野の正夫です。姉のことでどうしてもお話が。聞く必要はありません。安本様。おい、話を聞いてやれ。姉の乳草を許してやってください。今のままでは姉は苦しむだけです。お願いします。済んだことでしょう。今さら何も言うことはありません。先を急ぎますから。これが昨日までのお上のお献立でござる。お役礼50両お受け取りください。安本、いただきなさい。はい。安本。お上はご病気ではございません。しかしご病気よりはるかに悪い状態でございますな。香味の御膳の食べ過ぎで内臓全体に油がたまり、このまま美食をお続けになれば間もなく目を患い歩行が困難になり命がなくなること請け合いでございます。貧乏な人たちはまずいものも食えずに死んでいく。金持ちや大名はうまいものをたらふく食べ過ぎて死んでいく。俺はああいう姿を見てると無性に腹が立つ。安本、俺は薬種問屋へ掛け合いに行ってくる。経費削減となると忙しい。何もできなくて申し訳ありません。お前でもそんなこと言うのか。佐八のところへは一人で行ってくれ。暇ができたら俺も行く。はい。ああ、天野の娘のことだがな、女のことで男が逃げちゃいかんぞ。逃げたりなどしてません。自分を裏切った女の話なんか聞きたくないだけです。おはようございます。安本先生、すみません。どんな具合ですか？すいません。ねえお前さん、ちょっと来ておくれよ。町方が来てさ、立ち会ってほしいんだって。あんた曲がりなりにも差配なんだから。やだ、役目だよ。何があったんですか？この裏の崖がこの間長めで崩れて骸骨が出てあれですよ。女の骸骨なんですよ。どうして女と分かったんですか？着物の切れっ端がね、それに布団も少し、15、6年は経ってるだろうって、古いもんらしいですよ。布団の切れ端が見つかったからまあ殺しだろって。嫌な話だ。ちょいと行ってきますよ。じゃあすいません。すいませんが水を一杯いただけませんか。先生、
長屋の人たち、私のこと何にも知らないから褒めたりするんです。私は本当は人でなしです。さあ、すいませんが水をください。俺もう何を飲んでもいいんじゃありませんか。もう俺の命も強化したでしょ。つまらないこと言うな。さあ、昨日から迎えが来てるんです。私には分かります。女房です。お腹のことか。知っていたんですか。時々上ごと言っていた。さあ、もうあまり喋らない方がいい。10年前お腹は隣町の呉服問屋の越徳の女中でした。私は金杉で車作りの親方のうちに住み込んでいました。中で遊んだ帰りのことでした。ちょっとこれお持ちになって。いいよ、もうどうせ濡れちまってるんだ。でも体に悪いから。それがお腹だったんです。すまねえな。傘を返しに行って何度も会ってるうちに忘れられなくなって、谷中の天王寺で会って打ち明けたんです。嬉しいわ。嬉しいけどダメなの。どうして？私弟や妹7人いるのよ。お父っつぁん病気だから仕送りしてるでしょ。そのお金が仮になってるから年季が明けても出られないのよ。借りた金なら返せばいいだろう。義理というものがあるわ。人間の一生を縛る義理なんてないよ。お前の親なら俺の親だ。親に貢ぐなら俺にだってできるよ。1年経ってやっと夫婦になりました。下屋に家を持って親方の店に働きに通ったんです。お腹は夫婦になる前よりも夫婦になってからの方がずっと可愛い女でした。そして日の上馬の火事になったんです。下屋一帯から浅草橋、私が店から戻ってみると一面火の海で近寄ることもできませんでした。お腹の住んでいた山屋は焼けなかったんで、思い切ってお腹の家を訪ねてみたんです。おいしいか？すいません。すいません。お腹は来たりしませんか？教えてください。私がここに越して2年経った時、浅草寺の念仏堂の空きでお腹にあったんです。お前の子なんだな。お前が生きていてくれて赤ん坊までいるなんて。9ヶ月です。海でぐいぐいえぐられるような気持ちでした。憎らしいとか悔しいとかでなくて、ただもういじらしくて哀れで、おかしな話です。自分の女房が他人の子を産んで、目の前でその子に乳を飲ませているんですから。本当なら半殺しにしても収まらないはずなのに、ただもう哀れで哀れで、抱きしめて一緒に泣いてやりたいような気持ちでした。私は全く仕事が手につきませんでした。長いこと飲まなかった酒を飲んで、酔ってはね酔ってはねという毎日でした。い
つのことが気になってそんなある日、誰にここを聞いてきた？車坂のリスケさんです。すいません、堪忍してください。どうか明かりをつけないでください。堪忍してくださらないんですか？わからない。自分でもわからない。ただお前が生きていてくれて嬉しかった。訳を聞いてくれますか？お前が辛くなかったら。私には約束した男の人がいたんです。山谷の同じ町内に住んでいた大工の手間取りで、16、17の頃から俺はこのうちの人間になるんだってそう言って稼いだものはみんな私のうちに貢いでいた人なんです。20歳になった時、はっきり私が欲しいと言ってお父っつぁんもお母さんも喜んで承知したんです。私がそのことをしたのはあんたから話を聞くちょっと前でした。私その人に恩義は感じていました。あの人にすまないけど佐八さんが好き。私どうしていいかわからなかったのよ。どうしていいか。私やっと決めたの。恩義は恩義、後で返す方はあるに違いない。そう思い切ってあなたと一緒になりました。あなたとの一年幸せでした。この世に生まれてきてよかったって思いました。幸せすぎて恐ろしかった。このままでは今に罰が当たるに違いないって、その時火事になったんです。私火に追われて逃げながら思ったんです。人の一生分幸せに暮らした。この火事が区切りをつけろって証拠だ。佐八さんは私が焼け死んだと思うに違いない。けりをつけるのは今。私そう思って山谷に帰ってあの男と夫婦になったんです。本当の自分は佐八さんのところにいる。ここにいるのは自分じゃない。そう思いながらあの男と暮らしていました。子供も生まれました。そんな時あなたに会ったの。神隠しに会っていたのがひょいと自分の家に帰ったような。あの人や子供のいる私なんてどうしても考えられないのよ。あなた、私帰ってきたのよ。帰ってきたの、私が。本気で言ってるんだな。抱いて、私を抱いて。お願い、もっと強く抱いて、離さないで。離さないで。離さないで。左の父の下を
一月でした。医者を呼ぶまでもありません。お腹は離さないでくれと言いました。私も離したくはなかった。私は裏の崖下にお腹を埋めました。あそこは私の仕事場です。そうやってお腹と私はずーっと一緒に暮らしてきたんです。近所の人や長屋の人たちにしたことは供養のつもりでした。お腹が迎えに来たというのはこういうわけです。骨はお腹のものです。埋めたのは私です。これでやっと一緒になれる。やっと楽になれる。佐八はそのまま息を引き取りました。安本は自分を裏切って去った天野千草への怒りよりも裏切った千草の心の傷が深いのではないかとふと考えるのでした。病人の皆がこの養生所は牢屋に入れられたようだと不平を言っていることは知っています。一つは畳がないこと、一つはお敷背を着せられていること、帯がないこと、そのようなことが積もり積もって皆が不平を言っています。しかし畳ほど不潔なものはありません。昔の武士はあんなものは使わなかった。元禄時代になってからです。板敷きで十分です。板敷きの件は分かった。あとは医者自身の往診が多すぎるということだ。井田さん、そんなこと病人が言っていますか？言っておる。わしとせがれの玄丹は常勤ではないからはっきり聞いたわけではないが言っておる。ここの病人の診察がおろそかになっておるのでは？そんなことありませんよ。医長は身を粉にして働いておられるだけです。経費削減の穴を埋めるため往診も当分仕方ない。そうですな、小川さん。はい、確かにその点は助かっております。医長の往診料や薬令がなければ当療養所は成り立ちません。井田さん、他に発言なさることは？ありません。では本日はこれまで。ご苦労様です。安本はこういう車や岡場所へ遊びに来たことあるか？はあ、長崎にいた時3度ばかり。はあ、そうか。誘われて行ったのですが遊びませんでした。なぜだ？私には江戸に約束した女がいたんです。その女は私を裏切って他の人と一緒になってしまいましたが、当時は待っていてくれると信じていたものですから。ああ、天野の娘だな。おい、早く来い。いつかの娘の姉さんだろう。はい。姉を許してくれって言ったのはそのことだったんだな。今でも許してないのか？あ、いえ、沢地の女房のことで少し考え変わりました。裏切られた方より裏切った方がもっと辛いのだということが。医長にはそんな経験終わりですか？バカなこと言うな。俺も人の子だ。裏切ったり裏切られたりいろいろあったさ。あ、行こう。先生、あれはこの車の揉め事一切仕切ってるお兄さん方だ。あ、行くぞ。さあ、順に見てやるぞ。でもお手柔らかにお願いしますよ。治療に来た医者に言うセリフじゃないな。あの子はいくつだ？ 17、16かな。
嘘つけ。こんな子供に客を取らせるやつがあるか。これは相続だ。病気持ちの客を取らなければこんなことにはならん。私は知りませんよ。お豊ちゃん、お前あたいに隠れてなんか悪いことでもしたのかい？猿芝居はやめろ。この子を親元へ返しなさい。親元？わかりませんよ。あたいやだ。ここにいる。連れてっちゃやだ。いいか、お前悪い病気にかかってるんだ。このままここにいたら必ず死んじまうんだぞ。やだ。おい先生よ、ここにいる。ちょっと話があるんだ。聞いてくれるか。お前じゃねえんだ。おやぶ、早くしろい。先生、大丈夫だ。この前から言おうと思っていたんですがね、もうこの島へ来ねえんでほしいんだ。気づかねえこった。分かったな。どうして俺がここへ来てはいかんのか。土地がさびれちゃうんでさ。おめえさん養生所の先生だ。養生所はお上の息がかかっておる。そういう人が出入りすると客が寄りつかなくなるんだ。誰に頼まれた？この島全部からよ。嘘つけ。誰に頼まれた？おい先生、威勢がいいな。せっかくためを思って言ってやってんのによ、穏やかじゃ済まねえんだな。俺は医者だからお兄さん方の命は取らんが、関節を外すぐらいわけないぞ。先生、やめてください。いいから下がってろ。いい。てめえ本気でやるのか。おっ誰に頼まれた？言え。いやせ、井田ご庵先生だ。養生所の井田ご庵か。湯島の荒巻展示したの。分かった。井田さんが後ろにいると驚きました。ちょっとやりすぎたな。安本、こいつら養生所を連れてって手当てしてやれ。こいつらですか？ただじゃないぞ。薬料はちゃんともらうんだ。はい。あの子を預かっていくぞ。依存があるんなら奉行所へそう言えばいい。さあ、おとよ、行こう。ん？おひなさん、大事なものなのね。誰も取りゃしないからそこに置いといたら？おとよちゃん、本当はいくつ？13。13の女の子をおもちゃにする男がいるんですね。男の人って嫌ですね。森半太夫は男じゃないのか？先生この子どこへ置いたらいいかな。置くところがありません。他の病気と違いますし、先生の目の届くところに置いてあげてください。うん。私たちも面倒は見ますけれど。さあ、とよちゃん、これ飲んで早く良くなるのよ。そのおひなさん、誰にもらったの？お父っつぁん。お父っつぁん？お父っつぁんやおっかさん、どこにいるの？ねえ。あまり聞かん方がいい。はい。じゃあ、私お父ちゃんみんなのところ連れてってみます。さあ、お父ちゃんおいで。
ヤクザ者たちはやっと歩けるようになりました。あれから10日経っておりました。赤ひげはお侍だったんでしょ？いや、そんな話聞いたことない。じゃあ若い時習った祈祷流呪術、師範代まで行ったらしい。先生は貧乏御家人の、しかも次男坊、家事長の蘭学馬場先生のずっと書生だったって。ああ、それでオランダ語。たった一度っきりだが聞いたのは。あとは先生のことは何もわからない。そうよくこすってね。こっちの裏の方もよ。裏の方の先っぽの方もきれいにみんなでいただくんだからね。先っぽから全部。だいぶ腫れが引いたな。あ、そうだ、安本先生、赤ひげ先生が探してましたよ。安本、何でしょうか？お母上が急病だ。意地を張らずに一度帰ってやれ。要はそれだけだ。はい。どうされたんですか？顔が真っ赤ですが。鬼のかく乱だ。俺もたまには風邪をひくことがあるらしい。さあ早く行きなさい。はい。あ、言い忘れたが井田五庵親子のことだが始末はついた。今日からここへは来んぞ。商家と結託して女たちから金巻き上げていたんですから当然です。当分人手不足になる。風邪などひいておれんわ。さあ早く行きなさい。はい。母上。おいでなさいませ。お見舞いご苦労様でございます。私がこんな風になったの知って看病によこしてくださったんですよ、天野さんが。それだけ喋れるんだったら元気じゃないですか。また痛風出ましたか？父上は往診ですよ。そうらしいですね。養生所の暮らしはどうですか？新出先生はどうですか？あなた10日か20日で逃げ出してくると思ってましたよ。こんなに持ってるなんて意外でした。喋らない。あなためったに来てくれないから。せっかく長崎まで行って勉強してきたのに、約束通りお上のお目見え医者になるところが日々の経費にも事欠くような養生所へ押し込んだ。押し込んだのは天野先生。そう思ってるんでしょ？違うのですか？天野玄白さんは幕府の表御番医だから、新米医師の私なんか養生所に押し込むことはわけないことです。どうして天野先生がそんなことされるの？母上、私にそんなこと言わせるんですか？言ってちょうだい。千草さんがああいうことになって私を裏切った。私は怒り狂った。そんな男をそばに置いていくことはできないでしょう。邪魔でしょう。だからそういうことでしょう。一つわからないのは、今頃になって妹さんよこして姉を許してやってくれなんて言ってきたことです。頼みもしないのに母上の看病に来たり。違うんですよ。あなたを養生所に入れるようにしたのは新出先生ですよ。赤ひげが？新出先生と天野先生は簡単相手出す仲だそうですよ。知らなかった。赤ひげは何も言わなかった。あなたは千草さんのことで怒っていた。非は確かに千草さんにある。新出先生はあなたの気持ちが収まるまで養生所で預かろうっておっしゃってくださった。今のままでは何をしでかすかわからないからって。父上もそれに同意されたんです。赤ひげ。もう一つ、千草さんは
他の人と一緒になったことで天野の家を偽絶になっています。傷ついたのはあんただけじゃないのよ。おや、わかるの？わかるようになったの？バカにしないでください。私はあなたが自分の垣根の中のことしかわからない人かと思ってましたよ。とっても嬉しいわ。もういつ死んでもいい。つまらないことを言わないでくださいよ。もしもう未練がないようでしたら、千草さんのことを許すと言ってあげてください。そしたら千草さん、天野の家へ帰ってやや子を産める。親子は元通りになれるの。子供ができていたのですか？そう。だから妹さん愛して。幸せになってほしいって、私がそう言っていたと伝えてください。のぼるさん、ありがとう。いえ。嬉しい。嬉しいわ。雅子さん、母を頼みます。幸はまだ三月だというのに、ひな人形を買ってきたのか。秋。ねんねねんね秋。ねんねよ。ねんねねんねこんぼよ。ねんねさんせとこさんせ。あしたはよおけさんせ。お秋なんて養生所にはいませんよ。お杉ですよ。先生、誰か！かなり熱が高いな。疲労だと思う。あまりにも忙しすぎたからな、このところ。よし、じゃあ交代で詰めることにしよう。はい。幸はいくつになった？ 13。そうか。そうか。13だったな。
とうよ幸。あたい幸じゃない。幸。大きくなったな。幸。赤ひげの高熱は翌日早朝に収まりました。そうか、俺が上ごとをな。はい、いろんなことをおっしゃってたそうですよ。おとよちゃんが何度も手ぬぐい変えてくれたの、先生覚えてないんですか？おとよちゃんありがと先生治ってよかったね。安本です。先生、おはようございます。熱下がったようですね。ああ、何か変わったことなかったか？いえ、特にありません。まあ強いて言えば明け方雪倒れの女の人が一人担ぎ込まれましたが。もう一日休養させてもらおうかな。はい、どうぞゆっくり静養なさってください。安本。はい。母上はどうだった？ただの痛風でした。お元気になられたらゆっくり申し上げます。失礼します。先生、おとよちゃんの病気治ったんでしょうか？治ったように見えてもしつこいからな。まだまだ油断はできん。あたいずっとここにいる。おひなさんも先生にあげるよ。先生気に入ってたから。ありがとう。吐血をしたって？今眠ったところだ。身元わからん。持ち物はこの信玄袋だけ。中身は財布一つ。それにしても身元がわからんのでは。困ったな。このままってことも十分あり得る。どんな具合です？どこが苦しいんです？胸は痛いませんか？何と言ってる？お世話になります。そう言ってるように聞こえる。その女の人は自分の身元を語らぬまま重症の一人部屋へ移されました。赤ひげの熱はまたぶり返してしっかりしたのはそれから5日も経っていました。確かにおとよという子はうちにいるが、まだ病気が治っとらん。治ってないだって？あの子はうちの子だよ。勝手に働かしてるそうじゃないの。そんなことしていいのかい？うちの客で見た人がいるんだよ。炊事場で働いてたって。いいちゃこの女の申し立てに嘘はない。おとよという娘がだな、今より9年前に、神田鎌倉菓子のお助け親にいたもの、この菊がお上に正式に願い出て里親になったもの、家は八八というボテ振り、子供2人と女房は焼け死んだ。こうなっとる。親類の子を預かったというのは嘘だったんだな。さあ返してもらいますよ。返したらまた客を取らせるんだろう。どうしようと私の勝手だよ。拾った子を育てて商売する元でいらずだものな。赤ひげ王様、一応証拠がねえんだよ。証拠が。分かった、呼ぶから連れてけ。先生、赤ひげ先生、おとよちゃんが逃げました。くそー、みんなでバカにしやがって。旦那、話が違うじゃないですか。旦那逃げ
私は老害の末期と思うのですが。私は胃がんではないかと食は一切欲しません。来た時は1日2日も持たないだろうと思ったのですが。まさかお秋が。秋、まさかお秋が。先生、どうなさいました？赤池先生の頼みだったら嫌もありませんやな。大船に乗った気でいてくださいよ。それにちょうどこのくらいの年頃だったら子守っ子に借りたいってうちもあるしね。いっそうちの子になったっていいんだぞ。前さ冗談だよ。ここの長屋の連中は貧乏だがみんないい連中。なに、私はね、いろいろ忙しいんだよ。あっちなって。一人を除いてね。ああ、ちえね。一人？ほら聞こえてるでしょ。一人とんでもない女が住んでんですよ。そうそう。私がお前さんの亭主寝とったって冗談じゃないよ。あんなへちゃむくりに色目使うわけないだろ。とぼけんじゃないよ。お前さんなんかね、こんな長屋にいることはないんだ。気にはないならさっさと出ていけじゃないか。そうだそうだ、戦場の車へ帰んなよ。そうだよ。この土飛ばしやがったな。おゆきさん、いろいろお世話になりました。赤池先生におっしゃってください。こうやってみんな達者で働いてますって。はい、今度はこの子お願いします。はい、よろしくね。さあお前たち。ちょっとやめろ。何するんだよ。いい気味だよ。私はお前さんって付き合ってる今ねえんだ。私いろいろ忙しいんだよ。サハイのおじさん、今度来た子ってその人かい？ああ、そうだ。なんだ、おいらいるお姉さんじゃないか。帳簿、おとよちゃんだよ。仲良くしてやっとくれね。任しときなって。なんだ、今日は拾えなかったのか。ああ、樽なんて毎日拾えるもんじゃねえよ。生意気っちゃっても。でもね、あの子気立てのいい子なんですよ。帰ったよ。おかえり。あんちゃん、おかえり。帳簿、ご飯できてるよ。朝早くから大変だったね。今日は拾えたかい？もっと早く行かなきゃ拾えねえよ。明日はもっと早く行くよ。いいよ、ゆっくり寝てね。そうはいかねえよ。おいらが樽拾って売らなきゃおいらのうちは立ち行かねえんだろ。父ちゃん働かねえんだから。生意気言うんじゃねえ。怒ることないじゃないさ。本人その気になってんだから。俺だってね、働くとこありゃお前働くんだよ。働くところねえんだからお前しょうがねえじゃねえか。俺のせいじゃねえよ。いっそ死んじまえて。死んだ方が楽かしらね。先生、老害もあるががんだ。それも体中に回っている。脳にも骨にも。ここへ来た時の様子はどうだった？明け方表門のところでうずくまっていたようで、先生が高熱で倒れておられた日です。ここが養生所と分かっていたのかな？来た時は分かっていたのではないでしょうか。
かすかな声だったのですが、お世話になりますって。お世話になりますか。わがまま言うようだが、この人俺に預からしてくれ。すまんが後で俺の部屋へ運んでくれ。先生、俺が見とってやりたいんだ。いや、見とってやらねばならん。先生、もしかしたらこの人お秋って人では。俺の女房だった人だ。今でも俺の女房だ。13年前だ、この人が俺の元を去ったのは。俺は貧乏御家人の次男坊。金もなければ役もない、養子に行くあてもない。ただ本を読むのが好き。何の取り柄もない若者だった。梶橋の馬場先生の門人になったのはそんな時だ。祈祷流の道場の師範代をしながらといえば聞こえはいいが、喧嘩の助っ人や無銭飲食の追い出し、町のごろつきと紙一重のような暮らし、そんなことをしていちゃダメになりますと親の金をくすねてくれたのがこの人、深川の質屋の娘さん。そうしたある日だ、先生は俺を後継者にする。娘のお葉と夫婦になってくれと言われたんだ。深川の質屋の娘にこれこれの人がいますとは言えなかった。俺は悩んだ末に江戸を出た。先生を裏切って長崎へ行ったんだ。蘭方医になろうと思った。2年経ったある日、この人が長崎へ訪ねてきた。そして子供が生まれた。女の子だった。名前は幸。幸はたった三月で死んでしまった。俺が塾で不分けをしていて4日帰らなかった間にだ。お秋は子供が死んでしまったのは自分のせいだ。もうあなたのそばにはいられない。そう置き手紙を残していなくなってしまったんだ。俺が江戸へ戻ってすぐに深川の質屋を訪ねたが跡形もなかった。馬場先生も亡くなっていて馬場塾もなかった。幸が死んで今年で13年だ。そういうわけだからこの人は俺に見取らせてくれ。樽拾いとは、捨てられている酒樽や醤油樽を拾って集めている親方に渡してわずかな駄賃をもらうことです。先生、私がやるのに。食べて元気になるんだぞ。
その調子だ。もう一口食べるんだ。口を開けなさい。楽にして楽にして。苦しいか、アキ。俺だ。わかるか？楽にしてください。あの時あんなに叱るんじゃなかった。幸が風邪ひいたのはお前一人のせいじゃなかったんだ。アキ、さあもう一口食べろ。アキ。腹減ったな。家に着いたんだからいいじゃないの。我慢しなさい。あんちゃん。欲しいか？うん。今までのタオル拾いだってね、拾ってきたんじゃなくて盗んできたに決まってんだ。出るとこ出てやろうじゃないの。私はいつでも商人になってやるよ。よくまああんな子供育てたもんだ。ちょっと待ってくれ。母ちゃん。母ちゃん、勘弁だよ。俺。母ちゃん、勘弁だよ。勘弁してくれ。どうした？長盆地で家中みんなで薬飲んで。え？先生、すぐ助けてやって。よし、わかった。なんとかして。先生、早く。こっちだ。大丈夫か？石見銀山殺傷剤だ。おい、みんなで吐かせろ。水出てこい、水。水出します。頭。大丈夫か？お前が余計なこと言うからみんな死んじゃったじゃないか。この人殺し長盆かよ。お兄さんを返しておくれよ。なんとか言ったらどうだって。うるさいなよ。死んだやつは勝手に死ねばいいんだ。もういっぺん言ってみな。ああ、何度でも言ってやるよ。死にたいやつは死ねばいいんだ。俺は助けなくていい。長坊。
それがね、サハイのおかみさんが言い出したの。情報を呼び返すんだって。糸が地の底に続いてるでしょ。死にかけたものああやって呼び続けるとこっちに戻ってくんだってよ。長次は9つだよ。9つで一家5人一人で背負ってるつもりだったんだ。それがさ、みんな命を取り留めたっていうのに、あの子一人助かるかどうかわからないなんて、あんまりかわいそうじゃないのよ。ちょっとあんたもやってちょうだいよ。死んじまうんだ。みんなで決めたんだから。父ちゃんも母ちゃんも助かったんだ。みんな助かった。だから長坊も死なんぞ。俺泥棒したんだ。だから父ちゃんと母ちゃんが怒って、もうダメだって。長坊、喋っちゃダメね。だから俺が悪いんだから、父ちゃんや母ちゃんのこと勘弁だよ。長坊休むんだ。分かったから少し眠るんだ。先生、お水って言ってるんですけど。うん、少しずつ飲ましてやれ。はい。どうして死なせてくれなかったんです。持って生まれた寿命を自分で捨てるのは大きな罪だぞ。まして子供を道連れにするのは許せん。他にどうしようもなかったんですよ。この人奉公してる頃、蔵で荷物が頭に落ちてきて、それから時々わけがわからなくなるんです。時には2日も3日も。それで働けなくなったんですよ。先生、どうして放っといてくれなかったんです。親子揃ってみんなであの世に行けたのに。長次は今日一日持てば命は助かる。生きていれば先に望みのある暮らしが待っているかもしれん。生きようと思っても、生きていたくても、もう生きられぬ人がこの世にいるんだ。頑張ってみんなで生きるんだ。お戻りなさいませ。秋、ご覧ください。幸は今眠るところです。長崎
崎で生まれた子は長崎の子守歌じゃないと育たないってあなたが教えてくれたのよ。この子が生まれて私わがまま通してよかった。追いかけてきた甲斐があった。秋。ああ、もう暗くなってきた。幸を寝かせますからあなた歌ってやってくださいな。明日はよけさんせぼっちについてくわしゅでついて嫌なら焼いてくわしゅ焼いて嫌なら炊いてくわしゅ炊いて嫌なら生でくわしゅほりゃほりゃほりゃよよく頑張ったな。もう大丈夫だぞ。長母、もう大丈夫だ。長母、よかったよかった。先生、長母助かりました。助かるものもあれば助からぬものもある。音よ、一生懸命生きるんだぞ。医学はまだまだ遠いな。患者の生命力に頼って手探りをしているだけ。それから10日ほどしておふみ一家は養生所を出て行きました。時は天保8年でした。いかん。正雄さんの顔見て大事なこと思い出した。お前あの人と夫婦になって天野の家を継ぐ気はないか。表御殿医になれば法院の名を名乗れるぞ。いえ、私はまだまだこの養生所で働きます。勉強すると言え勉強と。はい。ただし正雄さんとのことは別に考えてもいいと思ってます。